こんにちは。人生を自由にするための人生レシピです。どうぞよろしくお願いいたします。ご要望が多い会話が上手になるコツをお伝えさせていただきます。私は昔ね、とても話し下手でとても中心になるタイプじゃないし、どちらかというと話すより聞く方が好きというタイプでした。今ではね、たくさんの人の前で講義をすることになってしまったのですが、そのために会話術の勉強をたくさんしてきました。コミュニケーション能力が格段に上がる方法でもあります。それもね、有効な手段だけを抜粋して誰でも簡単にできる方法をお伝えさせていただきたいと思います。2つの大枠で解説していきますね。まずは話し上手になる前に聞き上手になってみましょう。聞き上手というのはただ聞いているだけでは相手に不快感を与えてしまいます。ちょっとしたコツをつかむと自分が楽で喜ばれる会話ができるようになっていきます。そして話題を広げていくステップ、3ステップについてね、詳しく解説していきますね。人は誰でもね、承認欲求があるのは知られています。心理学者マズローのお話は別動画で詳しくお話ししていますので、そちらを参考にしてみてくださいね。裏表のある人の対応で詳しくお話をしています。右上にね、リンクを貼っていますので、そちらを参考にしてください。人は承認欲求がありますので、お話をしている時に聞いてもらっていると感じてもらえているようにすると会話が弾みます。逆に聞いてもらえていないと感じると話は途切れてしまいます。あなたは自分に興味のないね、お話をされている時にどう思いますか？どうしていますか？早く終わってほしいときっと思われると思います。そうすると表情は無表情になっているはずです。必然的に相手は話がしにくくなるはずです。まずは簡単な会話術で会話のおもてなしをします。相手の共感を得るためには適度な箇所でうなずくという仕草が有効なポイントになります。ここでね、皆さんご存知の桃太郎の一部でお伝えさせていただきたいと思います。句読点で軽いうなずきプラス軽い微笑みプラスというようなね、うなずきを首でこっくりと振るようなうなずきをします。まるで深いうなずきプラス微笑み、または真剣な表情、うんうんとかね、という相槌を打ちます。そして区切りで相槌プラス微笑み、または真剣な表情、とかね、というような表情をしてください。話の終わりで質問して相手に会話のボールをお渡しします。おお、それでどうなった？とかね、それでというようなね、質問形式で相槌としてね、返します。昔々あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯をしていました。おばあさんが川で洗濯をしていると大きな桃が流れてきました。それでどうなった？こんな感じでね、句読点と思われる箇所でうなずくポイントがありますので、何かしらね、うなずきをしてくださいね。簡単すぎてびっくりされたのではないでしょうか。これだけ？そう。でもこれ絶大な効果があります。やってみたらわかると思いますが、かなり会話の内容がね、とても変わってくると思いますよ。良質なものになってきます。日頃から様々なネタを準備して引き出しに入れておくといいと思います。というとね、大変なことに見えますが、そうではなくって簡単なね、テレビ情報でもいいのです。人間には承認欲求があるので、自分の話を興味深く聞いてくれる人には好意を持ちやすくなります。誰でも自分の興味のある話題で会話をしたいという心理がもともとあるのです。相手が話したいことをこちらが聞き手に回って質問をする。これが会話のおもてなしです。
リアクションやうなずきで聞いてますよのサインを出しつつ、話しやすい雰囲気を作っていきます。アイコンタクトをしっかりとっていただいて、話が進むにつれて身を乗り出すような姿勢、これもねとても効果がありますので、ぜひやってみてくださいね。興味深く話を聞いてもらったら誰でも気持ちがいいものです。それは聞いてもらっているという実感が相手に伝わりやすい方法でもあります。内容は相手の会話への質問なら外れません。相手の話したことに関して質問を返す、しっかり聞いてますよというサインを出したり、話題の深掘りをしていく。この方法で会話を続けていくと、ほとんどの時間は相手が話すことになります。残りの時間は自分が話すような構成になります。自分は聞き役なので、その間に考える時間ができますよね。ほとんど話をしていないのに、なぜか相手はあの子は話し上手だという印象を持ちます。相手が話していることが9割、こちらは1割ぐらいで全然構いません。楽でしょう。しかも相手に好印象を与えることになります。人にはね、テリトリーというものがあります。普通初対面の人には警戒心を持つものです。特に日本人は警戒心がある方がとても多いように思います。2人の人が手を伸ばして当たる範囲、それが人のテリトリーです。今ではね、感染症の影響でソーシャルディスタンスということがね、周知されてくるようになってきましたが、人には壁が最初から誰でもあるということを覚えておいてくださいね。いきなり人のテリトリーに入ってこられると、人はとても警戒し、怖いという印象を与えてしまいます。初対面の人と話す場合、特に自分の手と相手の手の幅分をね、距離を置く、それが距離です。テリトリーですね。実際の距離と同じように、人には警戒心というテリトリー、壁があるということを頭に置いておいた方がいいと思います。ステップごとにね、進んでいく、だんだん会話を続ける方法をお伝えしますね。たんまに全く初対面なのに、ねえ趣味何なんて言われると警戒しませんか？怖いですよね。人には自己防衛するための距離があります。距離ごとのね、質問をしていかないと、変な人とか怖いって思われてしまいます。距離を近づけていくための3ステップで簡単にできる方法をお伝えしていきますね。ステップ1では、イエスかノーで答えられるような質問をします。警戒をしなくていい会話になりますね。初めて会う人には、まずお天気や食事など当たり障りのない会話で話しやすい流れを作ります。この段階ではね、雨は強かったですかとか、外は寒かったですかとかね、相手があまり考えなくても答えやすいような、イエスかノーで答えられるようなね、シンプルな質問をしてみてください。社交辞令的な質問ですね。考えなくても気軽にね、答えれる質問を最初はしていきます。これはね、普段ね、よくされているかなと思います。ステップ2で、目に入ったものを褒める。人はね、承認欲求がありますから、褒められて嫌な気になることはまずないです。あまり複雑に考えないで、何か一つ抜粋します。ネクタイの色、シャツ、髪型、カバン、時計などね、目に入ったものは何でもいいので褒める一つですよ。やりすぎるとね、それは逆効果になってしまうこともありますので要注意です。例えば、そのネクタイの柄珍しい色ですよね、おしゃれですねとかね、自分が本当にいいなと思うことを具体的に褒めてくださいね。お世辞だと思われたら嫌だなとか変な意識は、逆に、禁物です。褒める時の要注意事項として、例えば自分が女性で男性上司夫妻にばったり道で会ったとしますね。奥様がそばにおられる時は褒め方があります。奥様の方を褒めるとうまくいきます。挨拶の後、素敵な奥様ですね、思っていた通りでした。いつも手作り弁当がいいななんて思ってました。やっぱり A 課長仕事ができるのは奥様の影響ですね。いいわ。こんな感じでね、上司を褒めるのではなく、奥様を褒める。
そうするとね、上司である課長も自分が褒められている、とてもいい気分になるはずです。これがね、逆に課長を直接褒めたりすると変な誤解を招いてしまうことになりますから、注意をしてくださいね。ステップ3で相手の興味ある話題を探る。興味ある話題をね、掘り下げて広げていきましょう。話が進みそうな雰囲気になってきたら、好きなお話をしていきますね。お酒だったり、趣味や、今興味あることなどにね、会話を移していきます。軽くジャブを打ちながらね、相手が興味を持ちそうなものをどんどん話題を変えながら話をしていきます。軽く話題を振っている間にね、お互いの共通点や相手が興味のある話題を見つけていく感じね。今度は質問で話題を掘り下げて広げるという手順になります。例えば誰にでも当てはまるようなものなら、人はね、誰でも食べることはしますので、食べ物の話題とかは外しにくいですよね。最近ランチ凝っててさ、美味しいランチのお店知ってるとかね。これは簡単にできそうですよね。甘党派、それとも辛党派、それとも飲む派、はははでもいいと思いますよ。ちょっと冗談言いながらね。何か相手が好きそうな話題をジャブ打ちながら変えていって、目がキランとしたようなところ、それがねポイントなので、話題を掘り下げていく。こんな感じでね、どんどん話を広げていくことができます。会話はキャッチボールによく例えられますね。自分ばかりがずっとボールを持っているのではなくて、相手にボールをねすぐに投げるようにすると会話がね弾みます。投げっぱなしにしていると会話が終わってしまいます。質問という形で相手にボールを投げて終わるようにすれば会話が続きますし、楽しい人というようなね印象が残ります。どんどんね質問をしていきましょう。例えば、あの映画面白かったよねとかね、昔話をしてみてもいいでしょう。あの映画見てどう思ったとかね、次に広がるような質問をしていくといいですね。話し相手の気持ちに合わせるような質問をしてみてください。自分の聞きたいことを聞くのではなくて、相手が次につながるような質問をしていきます。相手の気持ちに寄り添ったような質問をしていきます。それがねポイントになります。言葉やね表情のリアクションがなかったとしたら、相手には伝わりにくいでしょう。なので驚き笑い質問のリアクションをしてみましょう。驚き笑い質問といったリアクションをしながら聞き上手に徹すれば、いつの間にかあなたは上手に話題提供ができる人になります。リアクションは話をちゃんと聞いてますよ、興味がありますよというサインの役割を果たしてくれるツールでもあります。そして対人関係を良くするツールであり、会話の潤滑油としても必要なテクニックです。リアクションをしながら聞いてもらえると、相手はとても心地よくなるので、さらにお話がしやすくなりますし、質問で返すことでさらに話題が広がったり、話の深掘りができたりします。心を込めて相手の話を聞くこと、これがね話題作りのコツと言えます。会話上手になるためのコツをねお伝えさせていただきました。会話は最初からうまくねできる人は実はいません。少しずつできたことからねプラスしていくことで、コミュニケーション能力が自然に高くなっていけるような動画をこれからも出していきたいと思います。今日の一言です。誰でも最初は赤ちゃん。コミュニケーション能力は使っていくことでうまくなる。最後まで見ていただきましてありがとうございます。ご縁に感謝です。人生を自由にするためのレシピをたくさん紹介していきます。自由に生きていきたい方をいっぱいにして、お互いに相乗効果を出していきたいと思っています。チャンネル登録だけしておいてくださいね。またその時にご案内ができるかと思います。ミラクルを起こしていきましょう。では次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございます。感謝です。